皆さんこんにちは。卓球用具真相ラボのケンジです。こんにちは、みさきです。今日も卓球の深い世界を視聴者様にわかりやすく楽しく、そして熱くお届けしていきますよ。ケンジさん、今日のテーマはかなり深くて、卓球界の裏側に鋭く切り込む内容だって聞いていますけど。そうなんだよ、みさきちゃん。今回はですね、メーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない卓球の真実と題しまして、現代卓球の違法用具加工の恐ろしい実態と、それが競技の構造に与えている超巨大な影響について徹底的に分析していきます。違法用具加工、なんだか聞くだけでゾクゾクするような響きですね。卓球って木製のラケットにラバーが貼られた器具で小さなボールを打ち合う、一見するとすごくクリーンで爽やかなスポーツに見えますけど、その裏側でそんな違法な加工が行われているんですか？まさにそこがポイントなんだよ。卓球という競技の歴史はね、実は単なる選手たちの技術や体力の向上だけではなくて、用具の物理的な限界に挑むテクノロジーの進化と、国際卓球連盟 ITTF による厳格なルール規制との間の半世紀以上にわたる壮絶で熾烈な攻防の歴史でもあったんだ。用具の進化とルールのいたちごっこみたいな感じですね。その通り、沢球スポーツのウェブ記事、卓球ラケットの公式ルールを徹底解説、規定と選び方などでも詳しく触れられている通り、ITTF の競技規則 2.4.7 条項というものでは、ラケット、特にラバーに関しては、物理的、科学的、またはその他の処理を一切施さずに使用しなければならないって厳格に定められているんだ。つまり、ラバーが工場で製造されて箱に詰められ、市場に出荷された後に、ユーザーや選手が勝手に薬品を塗ったり、加熱したりして性能を変えちゃダメですよという世界共通のルールですね。そういうこと。ルール上は完全にアウト。工場出荷後の製品に対するあらゆる人為的な後加工は全面的に禁止されているんだよ。しかし、実際の競技現場、特にアマチュア大会や海外のブラックマーケットにおいては、野放しに近い状態で存在し続けている2台違法加工用具があるんだ。2台違法加工用具、一体どんなものなんですか？一つが、ラバー本来の反発力やスピン性能を人工的にドーピングするラバースポンジ補材、いわゆるブースター。そしてもう一つが、ラバーの表面摩擦特性を根本から変貌させて、回転の力学法則そのものを歪めてしまう、固化粒高ラバー、別名固化調光だ。ブースターと固化粒高。名前を聞くだけでなんだか尋常じゃない感じが伝わってきます。一般の卓球愛好家やベテランプレイヤー、さらには用具メーカーのマーケティングなんかでは、長年こんな風に言われてきたんだ。中国製の粘着ラバーに強力な補材を塗り込んで、圧倒的な回転量と重厚な球球で相手をねじ伏せるスタイルこそが現代卓球の絶対的な正解であるってね。あ、それ卓球場とかでベテランのおじさまたちが熱弁しているのをよく聞きます。やっぱり粘着ラバーには塗らないと本当の味が出ないんだよね、みたいな話ですよね。そうそう。でもね、みさきちゃん、それこそがメーカーやベテランプレイヤーが言及しない、あるいは最新テクノロジーの進化を認識できない卓球の不幸な真実なんだ。最新のラバー製造テクノロジーは飛躍的に進歩していて、従来の用具情勢を根底から塗り替えつつある。従来の常識が完全にお送りされているんですか？そう。今回は最新の競技データ、高分子物理学、そして回転力学に基づいて、これら2つの違法加工用具が現代卓球の競技的、戦術的枠組みにどんな影響を与えているのか、そしてどちらが真の意味で卓球というスポーツを破壊しているのかを徹底的に解明していきます。最後までじっくりお付き合いくださいね。OK。これから本格的な解説に入っていくわけですけれど、まずは今回お話しするレポート全体の要点、いわゆるエグゼクティブサマリーとして、主要な発見や結論の全体像を詳しく教えていただけますか？ OK。視聴者様が今後の展開をスムーズに理解できるように、まずはこのレポートが導き出した3つの衝撃的な発見と結論を分かりやすく提示しておこう。詳細な解説や数値データは、この後の各章でたっぷり深掘りしていくからね。はい、ワクワクしますね。主要な発見の一つ目は何ですか？一つ目は、ラバースポンジ補助材ブースターによる絶対的優位性の解体と減退だ。沢球スポーツのザイヤ03と補助材禁断の組み合わせか究極の探求かの伝承結果や、2026年版卓球中国ラバー完全ガイドでも詳しく紹介されている通り、ザイヤ03をはじめとする最新の粘着テンションラバーや高密度内蔵テンションラバーの登場によって、工場出荷の時点で極めて高いエネルギー伝達効率と強烈なスピン性能が実現できるようになったんだ。へえ、つまり昔みたいにわざわざ危険な薬品を塗らなくても、買ったままの工場出荷状態で最高のパフォーマンスが出せるようになったってことですか？まさにその通り。その結果、かつて世界を席巻した中国製粘着プラス補助材という組み合わせが持っていた絶対的な優位性は、現代卓球において相対的に大きく減退しているんだ。なるほど。時代が変わったんですね。
じゃあ2つ目の発見は何でしょうか？二つ目は、固活ブダカラバーがもたらす異次元の力学法則歪曲と競技構造の解体だ。小寺ファミリーのブログ記事、ユータと僕を破った謎ラバーの正体、固化兆候という違反用具についてなどで鋭く告発されているこの固活ブダカラバーは、ラバー表面の同摩擦係数 μ を物理的にゼロ極限、μ がゼロに近づくまで硬化処理したものなんだ。これによって核運動量保存の法則が働き、相手の打ち込んできた強力なドライブ回転が一切の摩擦抵抗を受けずに全自動で強烈な下回転に反転して帰っていく。全自動スピン反転？自分のスイング技術じゃなくて相手の回転を利用して全自動で反転させちゃうってことですか？そうなんだよ。これが上級者やベテランプレイヤーが膨大な時間をかけて身につけた運動学習モデルや直感的な打点予測を根底から無効化してしまう。まさに卓球の物理的枠組みそのものを拒絶するような恐ろしい破壊力を持っているんだ。うわー、それは努力してきた選手からすると絶望的ですね。そして3つ目の発見は？ 3つ目は、固活ブダカラバーに潜む5人式と構造的トラップの存在だ。現場では合法的なアンチラバーやアンチ粒高と違法な固活ブ高が混同されていることが多い。さらに固活ブ高のベースとなるラバーには ITTF 国際卓球連盟の公認マークや承認番号が刻まれているため、使用者や審判が公認マークがあるから公式戦で使えるんだと勘違いしてしまう3つのトラップが存在するんだよ。違法なのに公認マークがあるから大丈夫って思って使っちゃう人がいるんですか？そうなんだよ。まとめると、補助剤の影響はもはや現代のラバー技術で十分に相殺できる数値の上振れに過ぎないのに対して、固活ブダカラバーは卓球というスポーツの前提そのものを破壊している。つまり、現代卓球において真にパラダイムを崩壊させているのは固活ブダカラバーであるというのが本レポートの結論なんだ。すごくすっきり整理できました。それぞれのポイントについてさらに詳しく掘り下げていきましょう。ケンジさん、早速詳しい解説に入っていきましょう。まずは卓球のルールにおける用具の加工についてなんですけど、ルール上はどれくらい厳しく決まっているんですか？ここをしっかり理解しておくことが全ての議論の基本になるね。サバ級スポーツの卓球ラケットの公式ルールを徹底解説という記事にもあるように、ITTF 国際卓球連盟の競技規則 2.4.7 条項というルールにおいて、ラケット及びラバーの取り扱いが厳密に定められているんだ。2.4.7 条項ですね。具体的にはどう書かれているんですか？条文をわかりやすく言うと、ラケット、ラバーを含むは物理的、科学的またはその他の処理を一切施さずに使用されなければならないと明確に規定されている。つまり、メーカーが工場で作って箱詰めして出荷したそのままの状態で使わなければならないというのが世界共通の絶対ルールなんだよ。工場から出た後にちょっとでも手を加えたらその時点でアウトということですね。その通り。例えば、ラバーに何か薬品を塗って柔らかくしたり、逆に薬品で表面をカチカチに固めたり、熱を加えて変質させたり、光を照射して劣化させたり、そういった後工程は理由のいかんを問わず全て規律違反、つまり違法行為になるんだ。でもケンジさん、どうして ITTF はそこまで厳しく後工程を禁止するようになったんですか？昔からこんなに厳しかったんですか？いい質問だね。名コーチの卓球塾のウェブ記事、卓球ルール改正変更、昔のルールとの違い、事件もあったなどを読むと歴史がよくわかるんだけど、卓球の歴史はまさに用具の過激な加工とルールの規制の追いかけっこだったんだ。古くは1970年代から80年代にかけて有機溶剤が含まれた液体接着剤、いわゆるスピードグルーが登場した。スピードグルー。昔の卓球選手が試合の直前にベンチや控室で塗っていたというあの噂のグルーですね。そう。試合の直前にラバーを剥がして有機溶剤たっぷりのグルーを何層も塗り重ねて貼ると、スポンジが膨らんで打球時にポーンという金属音のような快音が鳴り、猛烈なスピードと回転が出たんだ。当時はそれが爆発的に流行ったんだけど、問題が発生した。どんな問題ですか？有機溶剤の揮発性ガス VOC による深刻な健康被害だ。締め切られた体育館や控室で選手たちが大量にスピードグルーを塗ることで気分が悪くなったり体調を崩す選手が続出。さらに用具の性能があまりにも過激になりすぎてラリーが全く続かなくなり、スポーツとしての観戦魅力や公平性が損なわれるという懸念が強まったんだ。なるほど。選手の健康を守るため、そして卓球という競技の健全性を保つために後工程を全面的に禁止する厳しいルールが作られたんですね。その通り。だから競技規則 2.4.7 条項は単なる細かいルール付けではなく、卓球というスポーツを守るための絶対的な防波堤なんだよ。
競技規則 2.47 条項で後加工が固く禁じられることはよくわかりました。それなのに、現代でも2つの違法加工用具が存在し続けているんですよね。そうなんだ。それが先ほども少し触れたラバースポンジ補助剤、ブースターと枯渇ブダカラバーだね。まずは、一般の卓球愛好家やベテランプレイヤーの間で根強く信じられている従来の常識について教えてください。ラリーの解説記事、卓球界に根深く残るスピードグルーや補助剤、ブースター問題、その全容を詳しく解説などでも整理されているけれど、ベテランプレイヤーや古い指導者の間では長年こんな固定観念が幅を利かせていたんだ。中国製の粘着ラバー、強氷などに強力な補助剤をたっぷりと塗り込んで、スポンジを極限まで柔らかく弾ませ、圧倒的な回転量と重厚な球威で相手をコート奥深くにねじ伏せる。これこそが卓球における絶対解であり、最強のスタイルである、とね。確かに中国のトップ選手が強力なドライブを連発している映像を見ると、やっぱり補助剤を塗った粘着ラバーを使っているからなんだろうなって思っちゃいがちですよね。そうなんだよ。メーカーのマーケティングトークや卓球ショップでの口コミでも、粘着ラバーは補助剤を塗って初めて本来の性能を発揮するみたいな言説がさも当然のことのように語り継がれてきた経緯がある。でも、ケンジさんはパート1で、それこそが不都合な真実であり、時代遅れの固定観念になりつつあるっておっしゃいましたよね。まさにそこが今回のレポートのコアとなる部分なんだ。沢球スポーツの2026年版卓球中国ラバー完全ガイド最強の粘着ラバーおすすめ10でも分析されているように、最新のラバー製造テクノロジーの飛躍的進歩がこの従来の用具情勢を根本から塗り替えつつあるんだよ。最新技術が補助剤に頼るスタイルを過去のものにしつつある。一体どんなテクノロジーが開発されて、どうして従来の常識が臆されることになったのか、すごく気になります。よし、それじゃあ次の章から補助剤の科学的物理的な仕組みと現代ラバーがそれをどうやって超えていったのかを高分子物理学の視点から詳しく見ていくとしよう。ケンジさん、いよいよラバースポンジ補助剤、いわゆるブースターの科学的物理的なメカニズムについてですね。これって一体どういう薬品で、ラバーに塗ると中で何が起きているんですか？よし、高分子物理学の観点から詳しく解説しよう。ラリーの卓球界に根付く猫くるスピードグルーや補助剤、ブースター問題や卓球王国の記事などを参照すると、補助剤、ブースターの主成分は非揮発性の高粘度有機溶剤や石油系のパラフィンオイル成分なんだ。非揮発性のオイル成分。それをラバーの裏側のスポンジ部分に塗るわけですね。そう、スポンジにこのオイルを塗布すると、オイル成分がスポンジのゴム組織内部にじっくりと浸透していく。すると、ゴムの高分子、ポリマーサの間にオイル分子が入り込んで、ポリマーサを物理的に押し広げるんだ。この現象を高分子化学で防潤と呼ぶんだよ。防潤、スウェリング。ゴムの分子が押し広げられて、スポンジ全体がふっくらと膨らむイメージですね。その通り、スポンジ内部の自由体積、分子間の隙間が人工的に拡大されるわけだ。これによって物理的に2つの大きな変化が起こる。1つ目は弾性回復力、反発係数の上昇、つまり球がよく跳ねるようになる。そして2つ目がスポンジの柔軟化、軟化だ。スポンジが柔らかくなってよく弾むようになる。そう。特に中国製の粘着ラバーのスポンジっていうのは、もともとカチカチに硬くて高密度で作られているんだ。そのまま打つとボールがあまり弾まないんだけど、補助剤を塗って柔軟化すると、打撃した瞬間にボールがラバーの奥深くググッと食い込むようになる。ボールが食い込むと何がいいんですか？ボールとラバーの接触面積と接触時間が劇的に拡大するんだよ。接触時間が長くなればなるほど、プレイヤーがスイングで与えた回転エネルギーがボールに効率よく伝わる。だから、強烈なスピン、回転と深い飛距離が生み出されるという仕組みなんだね。なるほど。カチカチのスポンジを薬品で柔らかく膨らませて、食い込みと反発力を人工的にドーピングしていたのが補助剤のメカニズムだったんですね。スピードグルーが健康被害や VOC 規制で2008年に全面禁止された後、この補助剤問題はどう変化していったんですか？卓球レポートバタフライの試合速報やトピックス記事、接着補助剤国内は10月1日から使用禁止に、や卓球王国の記事10月1日からスピード補助剤も完全禁止になどに当時の経緯が詳しく書かれているよ。2008年に ITTF が VOC 揮発性有機化合物を含むスピードグルーを全面的に禁止して、試合会場でエネズという VOC 検出器を使って検査を始めたんだ。揮発性のガスを検知する機械ですね。そう。ところが、知恵を絞った不正加工業者や一部の選手たちは、VOC 検出器に反応しない非揮発性の有性ブースター、つまりパラフィン系オイル成分に移行していったんだ。揮発しないから VOC 検出器をすんなり通り抜けてしまう。
検査機器をすり抜ける新しい薬品を作っちゃったんですね。まさにいたちごっこですね。そうなんだよ。そしてここで卓球界を長年悩ませることになった整合性の二重基準問題が発生するんだ。二重基準、どういうことですか？ ITTF の競技規則 2.4.7 条項は出荷後の後工程を固く禁止しているよね。でもメーカーが工場で出荷前に行う前工程、内蔵テンション処理や工場でのオイル浸透は有用、公認しているんだ。工場の中でメーカーがオイルやテンションを入れるのは OK だけど、ユーザーが買った後に自分と同じオイルを塗るのはアウトってことですか？まさにその通り。卓球王国の記事、木村浩二 ITTF 副会長がブースターの新検査を提案。いや、卓球レポート、バタフライの補助剤にどう対するのか ITTF でワーキンググループ設置へなどでも激しく議論されているんだけど、化学物質として同じようなオイルを使っているのに、工場内で塗れば合法で出荷後に塗れば違法なのはなぜかというルール上の整合性をめぐって長年物議を醸してきたんだよ。確かに聞けば聞くほど複雑な問題ですね。ルールとしては後工程禁止だから出荷後は絶対ダメなんだけど、現場では検知の難しさもあってグレーゾーンのように扱われてしまった時期があったんですね。その通り。しかし、この補助剤を塗らなきゃ勝てないという前提そのものを最新のラバー製造技術が根底から打ち砕く時代がやってきたんだ。次の章でその最新テクノロジーについて詳しく見ていこう。ケンジさん、パート4やパート6でおっしゃっていた最新ラバー技術が補助剤を不要にしたというお話、いよいよ詳しく知りたいです。具体的にどんなラバーが登場したんですか？待ってました。沢球スポーツのザイヤ03と補助剤、禁断の組み合わせか究極の探求かという記事でも大注目されているんだけど、現代のハイエンドラバー、特にザイヤ03に代表される先進的なハイブリッド型粘着テンションラバーや高密度ハイテンションラバーの登場が全てのゲームチェンジャーになったんだ。ザイヤ03、卓球界で今すごく話題になっている最新ラバーですね。一体何がそんなにすごいんですか？現代の最新製造テクノロジーでは、高分子化学における高度な過強技術と高密度内蔵テンション技術が融合されているんだ。メーカーは研究開発を重ねて、工場出荷の時点でゴムの分子構造レベルで最もエネルギー伝達効率が高くなるようにスポンジとシートを設計している。工場出荷の時点で計算し尽くされた完璧な状態になっているわけですね。その通り。かつての古い粘着ラバーはスポンジがカチカチで自力で弾まなかったから補助剤で膨らませる必要があった。でもザイヤ03のような最新ラバーは粘着性トップシートの強い摩擦力と高密度の内蔵テンションスポンジが絶妙なバランスで組み合わされている。ということは、買ってパッケージを開けた瞬間から極めて高いエネルギー伝達効率と強力なスピン性能が最初から備わっている。まさにそれ。後工程の補助剤という不正な補正手段に頼らなくても、工場出荷状態のままで世界トップレベルの球威と飛距離、そして強力な回転を生み出すことが物理的に可能になったんだよ。すごい。技術の進歩によってわざわざ違法の薬品を塗らなくても最高の性能が手に入る時代になったんですね。そうなんだ。そしてここからがさらに面白いところで、物理学的に見ると最新ラバーに補助剤を塗るとかえって弱くなるという衝撃の事実があるんだよ。塗ると性能が上がるんじゃなくて逆に弱くなっちゃうんですか？ケンジさん、最新ラバーに補助剤を塗ると逆に弱くなるって本当ですか？ベテランの人たちは塗れば塗るほど弾むようになるって信じている気がするんですけど。そこがまさに高分子物理学の落とし穴なんだよ。沢球スポーツのザイヤ03と補助剤、禁断の組み合わせか究極の探求かの検証記事でも明確に指摘されている物理的デメリットについて解説しよう。ぜひ教えてください。まず一つ目のデメリットは、過剰な軟化による底付き現象ボトムアウトの発生とエネルギーロスの発生だ。底付き現象、ボトムアウトってどういうことですか？ザイヤ03のような最新ハイエンドラバーは工場出荷時点でスポンジの高度や弾性がミリ単位、ミクロン単位で精密に計算されているんだ。そこに過剰な補助剤を塗り込んでしまうと、スポンジのポリマーさが伸びすぎてスポンジが柔らかくなりすぎてしまうんだよ。柔らかくなりすぎるとどうしてダメなんですか？柔らかい方がボールが食い込んで良さそうですけど。適度な食い込みはいいんだけど、柔らかすぎると強烈なインパクトでボールを打った時にスポンジが潰れきってしまってラケットの木板に直接ボールが当たってしまう。これが底付き現象だ。スポンジのクッション性がなくなって中の木に直接ガツンと当たっちゃうんだ。そう。
スポンジが潰れきってしまうと、スポンジが本来持っている弾性エネルギーの復元力が働かなくなる。その結果、プレイヤーが渾身の力でスイングした運動エネルギーが逃げてしまい、球速や飛距離がかえって低下するエネルギーロスが起きるんだよ。強烈に打てば打つほどエネルギーが逃げて球が軽く遅くなっちゃうなんて。さらに、スポンジがふにゃふにゃに柔らかくなると、飛び出す飛び出し角や弾性が不安定になりすぎて、相手のコートに収めるコントロールが著しく困難になる。打つたびに飛距離が変わってしまうから、精密なコントロールが不全に陥るんだ。良かれと思って塗ったら底つきして飛ばなくなり、コントロールも効かなくなるなんて完全に逆効果じゃないですか。最新ラバーに補助剤の塗る物理的デメリット、前編の手口とエネルギーロスだけでも衝撃的でしたけど、まだ続きがあるんですよね。あるんだよ、みさきちゃん。二つ目の重大なデメリット。それが、シートとスポンジの応力差によるバブル現象、剥離リスクと寿命の崩壊だ。バブル現象、ラバーの表面が泡みたいに膨れ上がっちゃうことですか？まさにその通り。沢級スポーツのザイヤ03と補助剤の記事でも警告されているんだけど、最新ラバーのトップシート、表面のゴムは強いテンション、引っ張り力がかけられた状態で高精度に設計されている。一方で、補助剤をスポンジに塗ると、スポンジだけが急激に粉塵して伸びようとするよね。トップシートとスポンジで伸びようとする力、応力差が崩れちゃうんだ。大正解。高テンションに貼られたトップシートと薬品で伸びきったスポンジの接着面で著しい応力差が発生する。すると打球の衝撃に耐えきれなくなってシートとスポンジの間で接着が剥がれ、内部に空気が入ったようなドーム状の発泡、いわゆるバベル気泡現象が発生してしまうんだ。うわー、ラバーの表面がポコッと浮いちゃったらもうまともに打てないですよね。全然打てないよ。バブルができた部分でボールを打つと打球感がスカスカになって回転もスピードも完全に不規則になる。一瞬でそのラバーはゴミ箱行きだ。高価なハイエンドラバーの寿命と打球の一貫性が一発で台無しになってしまうんだよ。高価なラバーを買って性能を上げようとして補助剤を塗った結果、コントロールは効かなくなるわ、球威は落ちるわ、ラバーは壊れるわで踏んだり蹴ったりですね。そうなんだよ。物理的、科学的に分析すればするほど、現代の最新製造技術が生み出したハイエンドラバーに対して補助剤を使うことは、リスクしか存在しない無意味な行為になっているんだ。昔の常識のまま補助剤を塗れば強くなると思い込んでいるベテランプレイヤーの方にぜひ教えてあげたい事実ですね。ケンジさん、ここまでは高分子物理学やラバーの構造から補助剤の優位性が低下している話を聞いてきましたけど、実際のトップレベルの試合、プロの世界でもその変化は現れているんですか？現れているどころか、歴史的な大事件として証明された試合があるんだよ。卓球レポートバタフライの試合速報記事、WTT チャンピオンズ横浜男子シングルス決勝、チャリモト智和が世界王者オウソクチンを下し優勝や、WTT チャンピオンズ横浜男子シングルス決勝はチャリモト智和 VS オウソクチンのカードに、日卓ニュースのチャリモト智和が勝利、オウソクチンとの決勝に臨む WTT チャンピオンズ横浜2025などで大々的に報じられた一戦だね。 WTT チャンピオンズ横浜2025、2025年8月に開催されたあの熱狂の大会ですね。そう、男子シングルス決勝戦、日本のチャリモト智和選手と世界ランキング1位であり中国の絶対王座であるオウソクチン、ワンチューチン選手のカードだ。オウソクチン選手といえばまさに世界最高峰の粘着ラバーを駆使して強烈な回転と圧倒的な球威で相手を打ち破る最高峰の選手ですよね。まさに粘着ラバープラス圧倒的球威の象徴だね。対するチャリモト智和選手は最新のテンションラバー、最新ハイエンドラバーを武器に超前陣での速い打点と高速ピッチを誇る選手だ。そしてこの決勝戦、結果はどうなったか覚えているかい？はい、チャリモト智和選手が4対2で見事に世界王者のオウソクチン選手を下して優勝を果たしたんですよね。そうなんだよ。この4対2での勝利は単なる一試合の勝敗を超えて、現代卓球における戦術構造のパラダイムシフトを如実に示す象徴的な出来事だったんだ。戦術的な観点から見るとどんな分析ができるんですか？卓球レポートバタフライの戦術分析でも語られている通り、チャリモタ選手が見せた超前陣における打点の早期化、早いタイミングで叩くこととタイムスパンの圧縮、ピッチの速さが粘着ラバー特有の重厚で強い回転のドライブを完全に戦術的に圧倒したんだ。相手が強い回転をかけて重い球を打ってきても、それよりも圧倒的に速いタイミングで前陣でさばきまくれば回転の重さを出す暇すら与えないということですね。まさにそれ。
最新ラバーが持つ全人での高いピッチ性能と正確なカウントプレーが人間の予測速度と打点精度と組み合わさることで、後工程や重厚な回転に頼るスタイルを完璧に無力化できることを世界の頂点で実証してみせたんだよ。WTT チャンピオンズ横浜2025での張本選手の優勝、本当に痺れましたよね。でもケンジさん、その後の大会ではどうだったんですか？卓球レポートバタフタイの卓球アジアカップ2026男子シングルスは大地金が優勝という記事にある通り、翌年2026年2月のアジアカップ男子シングルス決勝で再び大地金選手と茶本智和選手が激突したんだ。おーっと、因縁のライバル対決再戦ですね。この試合では大地金選手が4対2で勝利してリベンジを果たした。でね、ここからが非常に重要な分析ポイントなんだ。両者の対戦成績や試合内容を見ると、2人の実力は完全に拮抗していて、勝敗を分けたのは補助剤の有無や用具の出力差なんかでは全くなかったんだよ。勝敗を分けたのは何だったんですか？卓球レポートバタフライの分析によると、初手の厳しさ、サーブレシーブの精度、そしてコース好きの精度、そして戦術構築の組み立ての差だったんだ。なるほど。道具のパワー差で勝った負けたではなく、純粋な技術と先手争いで勝負が決まる時代になったということですね。物理的、戦術的観点からここまでの内容を総括しよう。ラバースポンジ補助剤、ブースターが及ぼす物理的効果というのは、卓球の基本的な力学作用、ドライブに対するブロック、回転の掛け合い、作用反作用の法則の枠組みの中におけるスピードや回転量の定量的増幅、数値の上振れに過ぎないんだ。定量的増幅、つまり数字がちょっと高くなるだけということですね。そう。卓球というスポーツの物理的ルール、作用反作用そのものは何も変わっていない。そして現代の製造技術、ザイヤ03等がその数値の差を埋めてしまった今日、補助剤が勝利に寄与する割合は極めて低くなっている。もはや補助剤には既存の卓球の枠組みを揺るがすような破壊力は失われているんだよ。補助剤の神話は完全に終わったと言っても過言ではないですね。ではもう一つの違法加工用具、枯渇ブダカラバーの方はどうなんでしょうか？ケンジさん、いよいよここから本レポートの革新中の革新、最大の脅威であるコカリューダカラバーについてのディープな解説に入っていきますね。さあ、ここからが本当の山場だよ。小寺ファミリーのブログ記事、ユータと僕を破った謎ラバーの正体、コカ兆候という違反用具についてで徹底的に告発され、卓球関係者の間で大きな波紋を呼んだコカリューダカラバーについて、その悪夢のような物理メカニズムを精密に解剖していこう。小寺ファミリーのブログ記事、読んだ時すごく衝撃的でした。名前からして普通じゃないですけど、コカリューダカラバーって見た目は普通の粒ダカラバーと何が違うんですか？見た目の形状だけで言えば、表面に細長いイボイボ、粒が並んでいる点では一見すると普通の粒ダカラバーとほとんど区別がつかないんだ。沢球スポーツの卓球ラケットに粒高、表ソフトを貼る完全ガイドでも紹介されている通り、普通の粒ダカラバーもイボイボがついているよね。はい。一般的な粒ダカラバーはカットマンの方とかブロック主体の選手がよく使っていますよね。そう。通常の公認粒ダカラバーなら、相手の打った回転ボールが当たった時に、ゴム表面の弾性と摩擦、そして粒がしなるように曲がる座屈現象が発生するんだ。この座屈運動とゴムの摩擦によって、ボールが持っていた回転エネルギーの一部が熱やゴムの変形エネルギーに変換されて吸収緩和される。なるほど。ゴムのしなりと摩擦で相手の回転を受け止めたり、自分なりの変化をつけたりするわけですね。そう。ところがコカリューダカラバーは市販の公認粒ダカラバーの表面に対して固化剤や瞬間接着剤、特殊な薬品やコーティング樹脂を塗り込んで、ラバー表面と粒そのものをカチカチのプラスチックのように硬化させてしまった違反加工品なんだ。イボイボも含めて表面全体を薬品でカチカチに固めちゃってるんですか？その通り。これを高分子物理学の摩擦力学で表現するとね、ラバー表面の同摩擦係数μを物理的にゼロ極限、つまりμがゼロに近づくまで強制的に落とし込んでいる状態なんだよ。同摩擦係数μがゼロ。つまり、滑り抵抗がゼロ、全く一切の摩擦が発生しない氷のような世界ということですか？大正解。普通の裏ソフトラバーや通常の粒ダカラバーなら、ボールが当たった瞬間にゴムの同摩擦μが働いて、ボールの回転方向と速度に大きな変化が生じる。しかし、コカリューダカラバーの表面では同摩擦係数がゼロだから、ボールとラバーの間で一切の摩擦力が機能しないんだ。摩擦が一切機能しないと当たったボールはどうなっちゃうんですか？物理学の根本原則である核運動量保存の法則が完璧に成立してしまうんだ。ボールが回転しながら引き飛んできた時の核運動量 L がラバー表面の摩擦力による影響を全く受けることなく 100% そのままの回転量と回転方向を維持したままつるんと表面を滑って弾き返されるんだよ。回転のエネルギーも向きも全く損なわずに完全に保存されたまま跳ね返る。それって打たれた側からするとどう見えるんですか？
ケンジさん、摩擦ゼロで角運動量 L がそのまま保存されると、卓球のボールは具体的にどんな軌道を描いて戻っていくんですか？小寺ファミリーのブログ、ユータと僕を破った謎ラバーの正体でも極めて生々しく描写されている現象なんだけど、これによって引き起こされるのが卓球の理性を破滅させる全自動スピン反転だ。全自動スピン反転。言葉の響きだけでも怪しすぎますけど、具体例で教えてもらえますか？例えば美咲ちゃんが自分の力で強烈な全身回転、つまり強力なトップスピン、ドライブを打ち込んだとするよね。はい。これでもかってくらい強いスイングで回転量バリバリの強烈ドライブを打ち込みます。そのボールが相手の枯渇流高ラバーに当たると何が起きるか。ラバー表面の摩擦がゼロだから、ボールの自転運動の向きは 100% 維持されたまま、ラケット面で球の進行方向だけが180度パタンと入れ替わる。全身回転の自転を保ったまま、進行方向だけが逆向きになって戻ってくる。ってことは？そう。自分、美咲ちゃんから見たら、戻ってくるボールは超強力な下回転、つまりバックスピンに変わっているんだよ。自分から見たら強烈なカットボール、つまり下回転になって戻ってくるんですか？そうなんだよ。しかもね、枯渇流高ラバーを使っているプレイヤー自身は手首を効かせてカットスイングをする必要なんて一切ない。ただラケットを構えてボールの軌道上に面を置いておくだけでいいんだ。自分では何のスイング技術も使っていないのに、勝手に強烈なスピンが反転して帰っていくんですか？そう、まさに全自動なんだよ。そしてここからがさらに恐ろしい回転量の不連続性だ。不連続性？普通の卓球なら相手が強い回転をかけてきたら、こちらもそれに合わせたスイングや角度調整をして回転を上書きしたり抑えたりするよね。でも枯渇流高の場合、ドライブを打った本人が回転を強めれば強めるほど、摩擦抵抗ゼロで 100% の角運動量が帰還してくるから、戻ってくる下回転の強さが指数関数的に増大してしまうんだ。自分が頑張って強いドライブを打てば打つほど、自分に返ってくる下回転が凶悪になって自分が不利になるってことですか？その通り、自分が素晴らしい技術で強いドライブを打てば打つほど、自分自身が仕掛けた回転の罠にはまって自爆させられるという、完全に歪んだ非対称な物理空間が作られてしまうんだよ。ケンジさん、自分が一生懸命練習して習得した強いドライブが、そのまま自分を苦しめる超強烈な下回転になって全自動で返ってくるなんて、そんなの反則すぎますよ。そうなんだよ、美咲ちゃん。そして、この現象がなぜ卓球というスポーツの破壊になるのか。その理由が、小寺ファミリーのブログでも指摘されている運動学習モデル、脳内内部モデルなんだ。運動学習モデル、脳内内部モデルですか？スポーツ科学や認知神経科学で言われる概念なんだけど、人間が何年も何千時間も練習を重ねると、脳の中にこのフォームでこれくらいのインパクトでボールを打ったら、相手コートでどうバウンドしてどう返ってくるかという精密な予測モデルが構築されるんだ。こう打ったらこう返ってくるはず、という身体に染みついた直感的なセンサリーループですね。まさにそれ。サバキュースポーツの卓球ラバーの修理と違いを徹底解説でも説明されているような通常のルールにのっとったラバーであれば、自分が強力なドライブを打ち込んで相手が浅いブロックで返してきた場合、そのボールは上回転が残っているか、あるいは少し伸びてくるから、高い打点から追撃のスマッシュや強打を叩き込むのか、絶対的なチャンスボールになるんだよ。そうですよね。前陣で構えて、よし、チャンスボールが浮いてきた、叩き込むぞって体が勝手に反応しますよね。ところが、枯渇部高ラバーでブロックされたボールは、見た目は浮いたチャンスボールのように見えても、内部の回転は自分が放ったドライブの全エネルギーが反転した極悪な下回転なんだ。しかも、バウンドした瞬間に前に伸びず、ネット際で低くポトンと沈み込んで止まるような異常な軌道を描く。チャンスボールに見えるのに、実は猛烈な下回転でネット際に沈む？そう。そのギャップを知らずに、あるいは脳の直感的な反応でチャンスと飛びついて強打を打ちに行くと、どうなると思う？自分が打った強い回転の反動とネット際に沈む深海力に負けて、ボールが一直線にネットに突き刺さっちゃいます。大正解。強烈なネットミスになるんだ。そして選手はパニックになる。なんで今のチャンスボールがネットに刺さるの？手応えは完璧なドライブだったのにってね。うわぁ、自分の打球感覚と結果が違いすぎて脳の感覚が破壊されちゃいますね。そうなんだよ。上級者や長年練習してきたベテラン選手ほど脳内の運動学習モデルが高度に洗練されているからこそ、この物理法則を無視した非連続な挙動に脳が追いつかず、重篤な混乱に陥ってしまう。積み重ねてきた努力や技術体系がたった一枚の違法加工薬品によって完全に無力化される。これこそが枯渇部高ラバーの最も罪深く恐ろしい点なんだよ。
ケンジさん、枯渇ブダカラバーが物理法則を物理的に歪めて、選手の努力や脳内モデルを破壊する恐ろしい用具だということは、本当に痛いほどわかりました。でも、ここで一つ疑問があるんです。お、何かな美咲ちゃん。どんどん質問して。卓球の用具には、もともとアンチラバー、アンチスピンラバーとか、アンチ粒高っていう回転の影響を受けにくくて滑るラバーが存在しますよね。それと、枯渇ブダカってどう違うんですか？美咲ちゃん、素晴らしい。それこそが小寺ファミリーのブログでも極めて強く警告されている現場における最大の混乱と問題点なんだ。やっぱり現場でもアンチと枯渇ブダカがごっちゃ混ぜに混同されているんですか？そうなんだよ。アマチュア選手や指導者、ショップの店員さんでさえこの2つの違いを正しく理解できていないケースが多々ある。ここでの境界線を明確に整理しておこう。ぜひ詳しく教えてください。まず、アンチラバーは完全な合法用具だ。合法？そう。アンチラバーはメーカーが工場での製造段階においてツルツルした特殊なシート素材を使ったり表面の摩擦を抑える加工を施して製造し ITTF 国際卓球連盟の厳しい規格審査をクリアして公認を得て市販されている製品なんだ。ルールという厳格な枠組みの中でメーカーが開発した合法的な製品ですね。一方で枯渇ブダカラバーは市販されている既存の公認粒高ラバーを誰かが購入した後に後工程として接着剤や硬化薬品をべったり塗って表面摩擦を強制的にゼロにした明確なルール違反品、違法加工品なんだよ。メーカーがルールの中で作った滑るラバーか、市場に出た後の製品に勝手に薬品を塗って改造した改造品かという決定的な違いですね。まさにその通り。両者は相手の回転を利用して滑る球を返すという見た目の現象だけを見れば一見似ているように見える。でも、アンチラバーは規則にのっとった正当な用具であるに対して、枯渇ブダカは競技規則 2.4.7 条項を踏みにじった不正行為なんだ。見た目の球の滑り方だけに騙されて、アンチみたいなものでしょうと同列に扱って見逃しちゃうのは絶対にダメなんですね。源氏さん、コカリュウダカラバーが明確な違反品であることは理解できました。でも、なんでそんな違反品がアマチュアの大会や現場で平然と使われちゃっているんですか？そこなんだよ、美咲ちゃん。そこには、小寺ファミリーのブログ記事、ユータと僕を破った謎ラバーの正体で暴露されている、使用者や周りの人々を完璧に騙し込む3つの構造的トラップが存在するからなんだ。3つのトラップ。1つ目のトラップは何ですか？1つ目のトラップは、コカリュウダカラバーのシート部分に、本物の ITTF 公認マークと承認番号が刻印されていることだ。違法ラバーなのに本物の ITTF 公認マークがついているんですか？そうなんだよ。なぜなら、コカリュウダカラバーを作る業者はゼロからラバーを作っているわけじゃない。銀河製の U など市販されている本物の公認粒高ラバーを仕入れて、その表面に薬品を塗って固化させているんだ。元々が公認品だから、シートの下部分には49016、49017、49018などといった ITTF の承認番号やロゴマークがバッチリ残ったままなんだ。大正解。これが第1のトラップ。そして第2のトラップが、公認マークがついているイコール無条件で公式戦で使えるという選手や審判の思い込みだ。試合前のラバーチェックで審判や相手選手がラバーを見ても、ITTF のマークがあるから公認ラバーだな、問題なしってパスしちゃうんですね。そうなんだよ。地区大会やローカル大会の審判員は刻印があるかどうかくらいしか確認しないからね。そして第3のトラップが、後工程禁止 2.4.7 条項の認知不足と業者の悪質な宣伝文句だ。業者はどんな宣伝をして売っているんですか？中国のネット通販やアングラ市場ではパッケージにコカ仕様と堂々と書かれていてね、出川様会員、玉の出方がより会員になるとか、ドライブ防止時階級心筋、冷平、漂北沈む、ドライブをブロックした時ネット際に沈んで前に進まないという恐ろしい性能変化を売って売られているんだ。うわー、あからさまに違法な性能をアピールしているんですね。でも、それを買った一般のプレイヤーは、ショップで公認マークがついたラバーを買っただけだから、公式戦で使えるんだと本気で信じ込んで、あくびれることもなく大会に持ってきて使ってしまう。公認マークがあるから大丈夫だと思い込ませる3つのトラップ。使う本人すらも違法だと知らずに加害者になってしまう構造になっているなんて恐ろしすぎます。ジンジさん、過去の卓球の歴史の中で、こういう表面を滑りやすく加工したラバーや滑る粒高が問題になって、ルールで一斉に禁止されたことってなかったんですか？さすが美咲ちゃん、卓球の歴史をよく調べているね。パグスポーツのウェブ記事、
注意、2008年7月1日より使用禁止となる氷ラバーについて、コデラファミリーのブログなどでも語られているんだけど、実は2006年から2008年にかけて ITTF が大規模な摩擦低下コーティングラバーの集中調査を実施した歴史があるんだ。へえ、大規模な一斉調査があったんですね。その時はどうなったんですか？ ITTF がサンプルを実測検査した結果、当時大人気だった TSP のバンブーカール P1 ソフトやバンブーカール P1OX、ヨーラのファキアーをはじめとする全39種類ものラバーが加工摩擦規格違反として公認が一斉に取り消され、リストから除外されて使用禁止になったんだよ。全39種類を一斉に公認取り消し。それが有名なバンブーカール規制ですね。そう。当時はメーカーが工場で最初から摩擦を落として作った製品だから、ITTF が公認リストから名前を削れば一発で全滅させることができたんだ。しかし、現代の枯渇豚ラバーは、当時のバンブーカールよりはるかに根深く悪質で解決が難しいんだよ。どうして現代の枯渇豚の方が悪質な野放し状態になっちゃうんですか？なぜなら、現代の枯渇豚は、審査を通った正常な公認ベースラバーに対して、個人やアングラ業者が後から個別手作業で薬品を塗ってこかせているからなんだ。外観や刻印、ラバーの印刷名だけを見ても、それが未加工の製品なのか、違法に固化処理された改造品なのか、目視では絶対に区別がつかないんだよ。見た目は公認リストに載っている本物のラバーだから、名前だけチェックしても見抜けないんだ。その通り、沢級スポーツの卓球の補助剤ルールを徹底解説、違反時の罰則と注意点などにもある通り、かつて2012年に水谷隼氏が命がけで告発した補助剤問題と同じ過酷な現実がここにある。つまり、2.4.7 条項というルールは存在するけれど、現場の体育館でラバーの摩擦係数を即座に数値測定するインフラや簡易計測機器が存在しないという決定的な問題だ。ITTF は国際大会で厚さ測定や剥離事後検査を導入していますけど、草の根のアマチュア大会やジュニアの現場にはそんな機器はないですもんね。そうなんだよ。現場で違法性を即座に立証測定する手段がないからこそ、枯渇豚は誤認識と野放し状態を伴ったまま、アマチュア界やローカル大会に潜伏して、静かに感染症のように拡散して続けてしまっているんだ。ケンジさん、ここまで補助剤、ブースターという2つの違法加工用具について、科学的、物理的メカニズムから現場での実態までじっくり解説していただきました。ここで、この2つを多角的な視点から比較して整理してもらえますか？よし、視聴者様が一目で理解できるように決定的な比較分析表を作成したから一緒におさらいしてみよう。一つ目。物理的変調の性質は補助剤が反発力やスピン量の定量的増幅であるのに対し、枯渇ル高は摩擦係数ゼロによる力濁法則の指定的変質だ。二つ目、打撃運動と回転生成は補助剤が自分の技術とスイングで生成するのに対し、枯渇ル高は相手の回転を自動で反転させますね。三つ目、戦術体系への影響は補助剤が従来のフォームの延長線上で対応できるのに対し、枯渇ル高は上級者の体験的反応や打点予測を無効化する。四つ目、現代における代替性は補助剤がザイヤ03などの最新ラバーで完全代替可能なのに対し、枯渇ル高は防法ラバーでの代替が不可能です。五つ目、ユーザーの認識状態は補助剤が明確なルール違反と認識されているのに対し、枯渇ル高はアンチラバーとの混同や公認刻印による合認性が多発している。六つ目、検知と統制の難易度は補助剤に検査体系があるのに対し、枯渇ル高は現場での摩擦測定インフラが存在しません。そして7つ目、競技枠組みの破壊度は補助剤が低から中程度で収束傾向にあるのに対し、枯渇ル高は極めて高く、パラダイムの崩壊と現場の無秩序化をもたらしているんだ。こうして比較すると、破壊の質が全く違うことが一目瞭然ですね。そうなんだよ。補助剤っていうのはどれだけ性能が上がると言っても、卓球の物理方程式、作用反作用の中で数値が少しアップするだけ。しかも現代では、ザイヤゼロフリーのような最新ラバーがその差を埋めてしまったから、競技枠組みの破壊度は低から中程度ですでに収束傾向にある。でも枯渇ルダクラバーは回転力学の質そのものを変えちゃって努力や技術の蓄積を無効化してしまう。しかも合法品だと誤解されたまま広まっているから破壊度は極めて高いということですね。正解。スポーツとしての努力や技術の評価軸を根底から壊してしまうのが枯渇ルダクラバーなんだよ。ケンジさん、全パートにわたってお送りしてきたこの真相レポートもいよいよ最終的な結論のパートになりましたね。多角的な科学的物理的戦術的分析から導き出される本レポートの最終結論。それをここで改めて明確に宣言しよう。はい、お願いします。ラバースポンジ補助剤とコカリューダカラバーという2つの違法加工用具を比較した際、現代卓球において既存の競技枠組みを根底から破壊しているのは間違いなくコカリューダカラバーである
コカリュウダカラバーこそが現代卓球の真の破壊者だった。そうなんだ。復習になるけれど、補助剤による性能の底上げは、沢級スポーツのウェブ記事でも絶賛されるザイヤ03などの最新ラバーテクノロジーの普及によって、すでに相対化されている。トップレベルの試合での勝敗に対する寄与度は着実に低下していて、張本選手とオーゾキン選手の激闘が示したように、現代の勝負は純粋な戦術と技術の精度で決まる時代になっているんだ。補助剤の脅威はメーカーの正当な技術革新によって克服されつつあるんですね。その一方で、コカリュウダカラバーは回転力学の質的変質によってラリーの連続性を破断し、熟練者が何千時間もかけて積み上げた戦術的経験値を無効化する、極めて害悪な性能を有している。しかも、アンチラバーとの混同や ITTF 刻印があるから大丈夫という誤解の定着が、現場でのトラブルや無秩序な使用拡大を加速させてしまっているんですよね。まさに草の根レベルの競技秩序を内部から壊滅させる最大の要因になってしまっている。これが本レポートが解明した卓球界の不都合な真実なんだよ。ケンジさん、コカツブダカラバーによる競技パラダイムの崩壊を防いで、卓球というスポーツの健全性と楽しさを守るためには、これからどうしていけばいいでしょうか。最後に、透析官、ITTF や日本卓球協会が取り組むべき抜本的な対策と将来への展望について話そう。ぜひお願いします。具体的な対策としては何が必要ですか？小寺ファミリーのブログなどでも提言されている通り、大きく分けて3つの抜本的対策が必要だ。1つ目は、公認規格における表面の最小動摩擦係数に関する定量的基準の新設と簡易計測デバイスの配備だ。粒の寸法だけじゃなくて、これより滑るラバーは不合格という摩擦の基準を作って、審判が現場で数秒で測れる簡易チャッカーを作るんですね。そう。2つ目は、ルール啓発活動の徹底。ITTF の公認マークがあっても、後肯定されたラバーは即時違法、2.4.7 条項違反になるというルールを草の根のアマチュア大会やジュニアの現場もでしっかり周知啓発すること、アンチラバーとコカツブダカの違いをジェンプレイヤーが正しく理解することが重要だね。知らずに使ってしまう選手をなくすためにも、啓発は絶対に必要ですね。そして3つ目が、厳格な抽出検査と公認取り消し措置の再実施。かつてバンブーカール規制の際に行われたような市場に出回っている怪しい加工品の抽出調査を定期的に行い、不正な加工業者や販売ルートを構造的に断ち切ることだ。悪質な業者をしっかり取り締まって、クリーンな競技環境を取り戻すということですね。その通り、卓球は選手たちの血の滲むような努力とミリ単位の緻密な技術、そしてメーカーの正当な技術革新によって発展してきた素晴らしいスポーツだ。違法な薬品や後工程でその本質が歪められてはいけないよね。本当にそう思います。ルールを守ってお互いの技術を称え合えるクリーンな卓球界になってほしいですね。ケンジさん、今日は本当に勉強になりました。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。